はい、皆さんこんにちは。ドクター坂本です。今日はですね、頸椎椎間板ヘルニア、腰椎椎間板ヘルニア、頸椎小性脊髄症、そして腰部脊柱管狭窄症についての再生医療についてお話をしたいと思います。それではですね、まず頸椎椎間板ヘルニアと頸椎小性脊髄症についてのお話をしたいと思います。まず1つ目の頸椎椎間板ヘルニアですけども、こちらの図のようにですね、この頸椎の背中側にはですね、脊柱管と呼ばれるトンネルみたいなものがあるんですね。その中にですね、脳からの運動神経や感覚神経などを司る脊髄が通っております。この頸椎の骨の間にあるいわゆるクッションみたいな役目をする椎間板というものがあるんですね。加齢だったりスポーツなどによって負荷がかかると、このように椎間板が脊柱管の中に飛び出してくるんですね。そしてこの飛び出た椎間板が脊柱管の中にある脊髄を圧迫してしまいます。そして頸椎の後ろにある脊髄は手の方や足の方に運動神経や感覚神経を走らせているため、ここに椎間板ができて脊髄を圧迫することによって手のしびれだったり足のしびれ、そしてですね、その他にですね、お箸を持つことが難しくなってきたり、ボタンをつけるのがちょっとやりにくくなったり、その他にはですね、足の力が落ちたり、小さな段差でもこけてしまうなどの症状が現れます。そしてもう一つの頸椎小性脊髄症、これはですね、頸椎椎間板ヘルニアと症状はよく似ているんですけども、病態としましては脊柱管の中の脊髄が先ほどの椎間板ヘルニアのように前から圧迫される。そしてさらにですね、脊髄の背中側にある黄色靭帯というものがあるんですが、それが年齢とともに太くなってくるんですね。そうすることによって脊柱管が狭くなって結果的に脊髄が圧迫される。そしてさらにですね、椎体が変形してこのようにですね、骨棘ができて、この骨棘が脊髄の神経を圧迫する。つまりですね、頸椎小性脊髄症というものは脊髄がですね、椎間板ヘルニア、そして黄色靭帯、そして椎体の骨棘などによって圧迫される状態を言います。要するにですね、頸椎椎間板ヘルニアというものは椎間板が突出して脊髄の前方から圧迫されるということを言うのに対して、頸椎小性脊髄症というものは椎間板だったり、骨棘だったり、そして黄色靭帯などによって脊柱管が狭くなった結果、脊髄が圧迫される症状を言います。そして腰椎椎間板ヘルニアと腰部脊柱管狭窄症の違いなんですけれども、実はこれは頸椎椎間板ヘルニアと頸椎小性脊髄症の違いとよく似ているんですね。腰椎椎間板ヘルニアは椎間板が突出して脊髄を前から圧迫する。そして腰部脊柱管狭窄症は腰椎の後ろ側にある脊柱管の中の脊髄が椎間板や骨棘、そして黄色靭帯などによって圧迫されることによって神経が損傷する病態を言います。腰椎部での脊髄の圧迫による症状なんですけれども、足のしびれ、足の筋力の低下、そして膀胱直腸障害などが挙げられます。腰部脊柱管狭窄症においての特徴的な所見なんですけども、間欠性跛行というものがあります。これはですね、数百メートル歩いていると足の方のしびれが強くなって一度立ち止まらないといけないぐらいしびれてしまう病態を言います。このようにですね、頸椎椎間板ヘルニアや頸椎小性脊髄症、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症によって初めのうちはですね、我慢できる程度のしびれや痛みなどがあるんですけども、それを放置しておくとですね、だんだんしびれが強くなったり痛みが強くなったりですね、あとは筋力が落ちて手で何か物をつかみにくくなったり、
歩行が困難になることもあります。このしびれや痛みなどの初期の症状が現れてから、この初期症状を放っておいて何年も経ってからたとえ手術をしたとしてもですね、筋力の低下が戻ってこない、そしてしびれや痛みが少しはマシになったが残っているなどの後遺症の確率が高くなってきます。その理由としまして、脊髄が物理的にですね、椎間板や骨棘や靭帯などによって圧迫された状態が続きますと、一度死んでしまった神経がですね、手術によって解放されても正常に修復されずに戻らなくなってしまう状況になるんですね。それによってしびれや痛みや筋肉の低下の後遺症が残ります。私も病院で勤務している時に、頸椎椎間板ヘルニアや腰椎椎間板ヘルニアの手術をする時にですね、患者さんにはですね、手術をしても今の痛みが少しはマシになるかもしれませんが、全く取れるという保証はありません。その他しびれは残ってしまう可能性もありますなどといったことを説明したことがよくあります。中にはですね、圧迫されている状態が10年以上と長くなっていますと、たとえ手術をされてもですね、症状が全く取れない可能性もあると説明しています。つまりこれ以上悪化しないための手術ということになるんですね。しかしですね、しびれが強かったりですね、筋力が落ちてしまったという後遺症をお持ちの方に対して、脊髄の中に幹細胞を投与する再生医療を行ったところ、かなりの回復が見られて、私も正直びっくりしております。それではですね、当院での実際の脊髄の再生医療について実例を紹介したいと思います。60代の男性でですね、この方はですね、頸椎椎間板ヘルニアと腰部脊柱管狭窄症の症状がありました。主に症状はですね、手のしびれと足の関節歩行となります。手のしびれはですね、かなり強くてですね、冷たい風が当たるととてもしびれが強くなるという症状がありました。関節歩行についてはですね、20メートルから30メートルぐらい歩行すると足のしびれがあって、一度立ち止まらなければいけないほどしびれが強かったそうです。この方はですね、あまりにも手のしびれが強いということで、2002年に頸椎椎間板ヘルニアの手術を行いました。それでもですね、手のしびれの症状は取れずに、2011年に再度頸椎椎間板のヘルニアの手術を行いました。しかしですね、2度目の手術でも手のしびれは取れませんでした。腰部脊柱管狭窄症についてはですね、2016年と2020年に2度の手術を行いまして、間欠性跛行は取れました。しかしですね、腰痛はなかなか取れず、その後整形外科の外来に通いながら週に一遍のブロック注射で様子を見てたそうです。そんな中でですね、当院を YouTube で見てですね、再生医療をしてみようと決心して来院されました。そしてこちらがこの方の頸椎の MRI となります。こちらはですね、手術後の MRI になります。脊柱管は広く開放されており、大きなヘルニアも取り除かれて、脊髄はきれいに通っております。このようにですね、MRI でも脊髄がきれいに通っていたとしてもですね、手のしびれの症状が残っているという状況でした。やはりですね、手のしびれだったりですね、筋力の低下も MRI などの詳しい検査をしてもわからない損傷というものがあります。そして目に見える椎間板の突出などは手術で取り除くことはできるんですけども、このように MRI や精密検査でもわからない脊髄の損傷についてはなかなか治療をすることができません。そしてですね、この方には実際に脊髄の中の幹細胞投与を行いました。そして投与4日目なんですけども、2回手術をしても取れなかった辛い手のしびれがですね、約3割ほど減少されました。そして投与6日目には手のしびれが半減、そして腰痛も半減されました。そして投与3週間後にはですね、腰痛が7割もマシになりました。
そして投与後1ヶ月目にはですね、なんとですね、手のしびれは7割も軽減されました。そして腰痛に関しては8割も痛みが軽減しておりました。今まで手術などをしても取れなかった手のしびれや腰痛などがこの脊髄内の幹細胞投与によってこれほどまで症状が軽快されました。この方はですね、普段からですねしびれや痛みのためにたくさんの薬を飲まれていましたけども、再生医療によってこれほど痛みが取れてくるとその薬もかなり減らすことができました。このようにですね MRI や詳しい検査をしてもわからない脊髄の損傷というものがあります。脊髄にですね幹細胞を投与することによってですね細かい神経の損傷を再生して修復することができます。幹細胞の再生医療はですねホーミング効果というものがあります。つまり悪いところ損傷している部位に幹細胞が自動的に走っていってくれるんですね。脊髄に2500万個の幹細胞を投与してそれら幹細胞が損傷している神経のところに行って修復再生させてくれます。そうすることによってこの頸椎椎間板ヘルニアや腰椎椎間板ヘルニア、頸椎小性脊髄症、そして腰部脊柱管狭窄症に対する脊髄内への幹細胞投与によって手のしびれや足のしびれ、そして筋力の低下などこれらの後遺症に悩む方の新しい治療の光となればと思っております。本日は頸椎椎間板ヘルニア、腰椎椎間板ヘルニア、頸椎小性脊髄症、腰部脊柱管狭窄症についての脊髄の幹細胞投与についてお話をさせていただきました。ありがとうございました。